仕事を休んで親友の花嫁買添人になるため飛行機に乗った。空港に着いた瞬間、彼女からの歓迎ギフトが待っていた。最新型の iPhone、デザイナーものの香水、そして$5200の小切手。ほんの少しの気持ちよと彼女はぎゅっと抱きしめていった。結婚してもあなたはずっと私の人生で一番大切な人よ、ステラ。感動で泣きそうだった。翌朝、夜明けとともに起きて、ブライズメイドドレスに着替え、彼女を探しに行った。アナはメイクの最中だった。私を見つけると興奮して手を振ったが、近づくにつれ、彼女の表情は硬直した。笑顔は消え、純粋な氷の仮面に変わった。私の結婚式から出て行け、このビッチ。私は凍りついた。アナ、冗談でしょ？私は必死に笑おうとした。今日はあなたの大事な日よ。ふざけないで、本当に怖いよ。彼女の腕に触れようとした。ちょっとしたスキンシップで、この奇妙でリアルすぎる冗談から覚めてくれるかもしれない。しかし彼女は毒に触れるかのように引っ込んだ。誰が冗談言ってるの？出てって。じゃなきゃ警備員を呼ぶよ。私の手は宙に浮いた。頭が真っ白になり、何を間違えたのか必死に考えた。何も思い当たらなかった。アナが電話を手に取り、実際に番号を押し始めた。息ができなくなった。何か悪いことした？地元の習慣で知らないことあった？誰かに失礼なことした？謝るから、アナ、怒らないで。彼女は故郷から1300キロ以上離れた町の男性と結婚する。何か知らずにルールを破った可能性はある。その考えにすがりつき、彼女に懇願する目で見つめた。私が何をしたか教えて。彼女の視線は毒を含んでいた。習慣なんてない。はっきり言わないのが私の礼儀よ。警備員。彼女を連れ出して。二度と顔を見たくない。昨日まで私たちは同じベッドで丸まって子供の頃の思い出を笑い合っていた。私の長旅を心配して彼女は休めるようにスイートルームを予約してくれた。別れてたのはたった3時間。どうしてすべてがこんなに激変したんだろう？警備員が近づいてきたとき、私は首を振りアナを見つめた。何をしたのかわからない。あなたは教えてくれない。ごめんね、本当にごめんね。でも今日はあなたの人生で一番大事な日だよ。追い出さないで。私はあなたの唯一の花嫁買添人だよ。私が言ったらどうするの？言葉が口から出るや否や、アナは飛び出してきて私のドレスのボディス部分をぐいと引っ張った。脱ぎなさい。メイクアップアーティストを突き飛ばした。こんな仕事女なら誰だってできる。あなたはいらない。ステラ、出て行って。あなたのドラマに構ってる時間ないの。私、メイクすら終わってないのよ。私の結婚式全部台無しにする気？このビッチ。私は布をしっかり握って肌をさらさないようにし、ビッチという言葉で全身の力が抜けた。彼女を見つめ、降参した。そして何番も徹夜して作った手作りの扇子をバッグから取り出し、そっとテーブルに置いた。幸せな結婚を私はうつろな声で言った。ドレスはすぐ返すよ。アナは扇子をひったくった。一瞬、和解の兆しかと思った。ずっと頑張って作ったんだよと私は早口で言った。指もやけどした。あなたが好きなデザインなのに。次の瞬間、彼女は私の目の前で床にそれを叩きつけ、繊細な骨組みが粉々に砕けた。彼女は震える指でドアを指さした。出てけ。自分の部屋に戻り、ドレスを脱いでアナにメッセージを送った。まだホテルにいるよ。何か必要なら電話して。赤い簡単符が表示された。
送信失敗。彼女にブロックされた。ベッドに倒れ込んだ。完全に打ちのめされ、なぜ？という叫びが頭の中で響いた。しかし返ってきた答えは、ドアを叩く音だけだった。警備員だ。アナが私を敷地外に連れ出すよう送り込んだ。荷物を引きずり、ロビーを通り過ぎ、幸せなカップルの大きく笑った写真の前を通り過ぎ、冷たい風に震えながら立った。知りたかった。たとえ終わりだとしても、なぜなのか知る権利がある。花婿に電話をかけた。電話がつながった。以前は礼儀正しくチャーミングだったはずの男性が突然毒づいた。よくも俺に電話できるな。アナはお前みたいなやりまんを友達に持つなんて不運だ。うせろ。やりまんその一言が鍵のようだった。恐ろしく吐き気を催す考えが頭に浮かび始めた。警備員をかわし、アナがくれた歓迎ギフトを持って彼女のスイートルームに戻った。彼女はあからさまな軽蔑の目で私を睨みつけた。これが理由？声が震えた。私が高価な贈り物しか気にしないゴールドディガーだって思うの？昨日断ろうとしたのに、あなたが無理にって言ったじゃん。ほら、全部返す。何もいらない。ただ友達に戻ってほしい。もしかしたらすべてが試練だったのかもしれない。アナの目はギフトを、そして私を、まるで両方ともゴミの山を見るかのように走った。こんなもの、私にとっては何でもない彼女は嘲笑った。最後にもう一度言う。出て行け。じゃなきゃ警察を呼んで不法侵入で逮捕させる。私の婚約者は私を愛する有力者よ。あんたは牢屋で腐るんだから。凍りついたまま、彼女が911に電話し始めるのを見ていた。電話が完了する前に私は去った。ギフトは置き去りにした。廊下を少し進んだところで、彼女のスイートのドアが勢いよく開き、ギフトが投げ出され、カーペットの上に山積みになった。あんたのゴミ持っていきな、ゴミ人間。そして私のものからその汚い手を離しなさい。戻って拾い上げた。数千ドルを捨てるつもりはなかった。飛行機代、仕事を休んだ分この大惨事ですでに十分な損害を被っていた。その日の午後の帰りの便を予約した。そうすれば、もしアナが気が変わって何か理由があって私を必要としても、まだ間に合って戻れる。彼氏のアレックスに起こったことを話した。前日の写真を送った。ブライズメイドドレスを着て、アナと笑いながらじゃれ合っている写真。これがそのドレス。露出してないし、派手じゃない。彼女より目立たないように髪は結んだ。シンプルなジュエリー。彼女より背が低くなるようにフラットシューズ。全部考えたよ、アレックス。私、何が悪かったの？彼はハグの絵文字を送ってきた。自分が悪くないと分かってるなら、問題は友情の方だよ、君じゃない。自分を責めないで。帰っておいで。今夜は美味しいディナーに連れて行くからリラックスしよう。ため息をついた。胸の中にまだ小さな希望の明かりがちらついていた。アナからのメッセージを待っていたが、来ることはなかった。最終搭乗案内がターミナルに響き渡った。飛行機に乗った。自分のアパートに戻るとき、私はゾンビのようだった。アレックスの美味しいディナーは延期された。急な出張が入り、彼は空港に迎えにも来られなかった。ルームメイトのサラは大学4年間の同僚でもあった。彼女は私の惨めな表情を見て、どうしたの？結婚式うまくいかなかった？すべてを話した。彼女の目は驚きで見開かれた。どうして彼女、あなたにそんなことできるの？わからないと私は囁き、ソファーに崩れ落ちた。ただすごく疲れた。寝るね。
サラは同情してうなずいた。翌朝、目を覚ますと、テーブルに朝食が置いてあり、彼女からのメモがあった。元気出して。仕事行ってくるね。サラ。胸に少し温かさが広がった。卒業直後、二人とも無一文の時から一緒にルームシェアを始めた。今は私がいい給料をもらっているが、一緒にいた。本当の友情は珍しく、貴重なものだ。一口残さず食べ、感謝の写真を撮り、仕事の準備をした。上司は2日間しか休みを認めず、チームにあまりに重要だから長く休めないと警告していた。それ以上休むと給料が減らされる。朝の会議に出席すると、驚いたことに取締役会のダベンポート会長がいた。私は笑顔で会釈した。彼女も笑顔を返した。しかし私が着席した瞬間、彼女の表情が険しくなった。彼女はテーブルを拳で叩き、その音が静かな部屋に響き渡った。立ち上がり、怒りで歪んだ顔で、震える指を私に向けた。あなた。私の会社から出て行きなさい。解雇よ。私は呆然とした。昨日の光景とあまりに似ているため、脳が処理できなかった。なぜですか？プロジェクトに問題でも？プロジェクトは完璧に進行しているわと彼女はぴしゃりと言った。私が休みを取ったからですか？休暇は承認済みよ。それではない。ではなぜ私を解雇するんですか？私は何もしていません。私は社長よ、ステラ。彼女は低く危険な声で言った。理由は必要ない。人事に行き、退職金を受け取り、5分以内にこのビルから出て行きなさい。彼女は椅子に崩れ落ち、荒い息をした。ダベンポート夫人は普段はとても優しく、オフィスのみんなにとって母親的な存在だった。彼女は2度目のチャンスを与えることで知られていた。そして私は彼女のお気に入り社員だった。現在のプロジェクト完了後、特別なトレーニングプログラムで海外に派遣し、昇進と大幅な昇給を約束していた。今、彼女は純粋で混じり気のない嫌悪の目で私を見つめている。呪われたように感じた。お願いします。私は懇願した。なぜか教えてください。何もしていません。私の直属の上司、ロバーツ氏が彼女のそばに駆け寄り、背中をさすった。行きなよ、ステラ。彼は私に向かって歯ぎしりするように言った。もし彼女が心臓発作を起こしたら、君の退職金じゃ病院代も賄えないよ。彼の言葉で現実に引き戻された。彼の言う通りだった。会議室を出た。頭がクラクラした。ドアが閉まるとき、同僚の解雇されると思ってたというつぶやきが聞こえた。遭難船が灯台を見つけたように、私は彼に駆け寄った。なんて言ったの？なぜ私が解雇されたの？彼は嫌悪の目で私を上から下まで見た。だって君はやりまんだからさ。やりまん。またその言葉だ。アナの婚約者が使ったのと同じ言葉。アナのビッチに含まれたのと同じ含み。しかし私が何をした？ガラス戸に映った自分の姿を見た。私はタイトなスラックスを履いていた。スカートではない。実用的な革靴。ヒールではない。メイクは最小限。服はプロフェッショナルで控えめだった。なぜ私をそう呼ぶの？声が裏返った。私、何かした？同僚は一歩後ずさりした。まるで私が伝染するかのように。警備員を呼んだ。彼女をここから連れ出してくれ。2日連続で建物から物理的に排除された。